さあ始まりました。200キロブルベアメリカブルベ挑戦編。雨の中ボストン市街からニューハンプシャーまで行って帰ってくる200キロです。さあというわけで今日は200キロブルベを走っています。1ヶ月ほど前3月中旬に一度100キロの、ブルベというかお試しブルベイベントみたいなのを走ったんだけど、それを含めないとアメリカに来て初めてのブルベ挑戦ということになります。実は過去3週間ずっと別の200キロにエントリーしつつ、当日大雨でキャンセルするっていうのを繰り返していたんだけど、まさか今日も4週連続ということで、もうさすがに他に200キロのオプションがなくなってきていて、もう300、400、600と始まってきてしまうので、今日はまだある程度無理は承知で雨の中だけど200キロのブルベ参加してます。日本でも実はずっと雨の中走り続けるブルベっていうのは経験がなくて、どうなるかちょっとわからないけど、今のところこれぐらいの雨ならなんとかなるかなと思ってます。ただシューズレインカバーとか防水ソックス的な装備を持っていなかったのでやむなし。200キロなんで、相当おかしくなる前にはゴールできているかと思ってます。ところどころ桜みたいな花が咲いていて、実は意外とボストンの春も綺麗です。今日は4月の26、もうほぼほぼ4月が終わりかけだけど、ちょうど暖かくなってきて春が来たかなという感じの気候です。ちなみにこの辺は日本でいうところの札幌とか北海道のあたりの緯度だそうです。なので北国ですね。結構アメリカってこういう綺麗なサイクリングロードがたくさんあって、犬の散歩とかしてる人がいっぱいいます。やばいんじゃないのっていうぐらい雨が降ってきました。もうさすがに引き返せないぐらい来ちゃってるんで突き進むしかないけど、なかなかずぶ濡れ、足もべっちょべちょです。今僕はリムブレーキのロードバイクに乗っていて、このバイク自体をとっても気に入っていて全く問題ないんだけど、唯一雨が降るとブレーキがほとんど効かなくてめちゃくちゃ怖いことです。ちょっと前に少し安い中華のカーボンリムのホイールに交換してからすごく走りは調子いいんだけど、雨が降ると止まらない、めちゃくちゃ怖いんで、実は今ディスクブレーキのバイクに交換することを検討中です。なので実は明日近所のバイクショップで、ちょっといいなと思ってるバイクの試乗をする予約をしてるんで、ルンルンで明日は、お買い物に試乗に行きたいと思ってます。怖い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 、前が見えないしブレーキも効かない。さて事前配布された GPS データによると、ここのグレートなんとかファームの駐車場にトイレがあるということなので、ちょっと寄り道して、お手洗い借りたいと思います。頼むで
レストルームス。よし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 。いや助かった助かった。うわマジで助かった。途中の公衆トイレを借りてすっきりしたので再開します。今30キロ過ぎたところでまあぼちぼち順調に進んでます。ただ土砂降りすぎてサングラスが、前が全く見えなくなっちゃったんで外してます。足もびちょびちょ。まあそれ以外は別に寒くないので問題なく進めそうです。ただやっぱり補給できるコンビニみたいなところが全然ないし、まあトイレもないし、割と過酷っちゃ過酷な状況かもしれないです。なんといやのんびり走る貨物列車の通過を待ってます。はい、だいぶ雨も小降りになってきました。このまま止んでくれるといいんだけどどうなることやらで、今50キロをちょっと過ぎたところです。この後いくつか長い上り坂があって上りきったところの100キロ地点に、コントロール、休憩地点があるみたいです。あるこれ野球場だな。野球場の端に仮設トイレがありました。こういう仮設トイレのことをポルタジョージって言うそうです。よし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 。うわ、なんだこの橋。うわ、なんだこりゃ。木造のすごくいい感じの橋でした。さて、また通りがかりの公園に置いてあったトイレを使いました。もうブルベを走ってるんだかトイレ探しの旅をしてるんだかわかんない感じですが、まあなんとか今回も人権を失わず走りを続けることができそうです。最高。さあ一旦ちょっと街っぽいところを抜けて、折り返し地点の山の上まで目指してもうすぐ登っていきます。82キロ過ぎたところです。途中にいい感じのコンビニがあったんでちょっと休憩します。チーズバーガーとコーヒー。休憩終わって出ようと思ったらどうも前輪がパンクしてました。ちょっとこれから直して急いで出ます。多分スネークバイトですね。どっかでガツンと穴に突っ込んだ時に嫌な感じはしたんだけど、やっぱりそこからスローパンクっぽく空気がゆっくり漏れてる感じだったので、とりあえず予備のチューブに交換して、続けたいと思います。なんかこの TPU チューブに変えてからパンクが多い気がするんだよな、やっぱり。よっしゃ、今こそ電動ポンプが火を吹くぜ。ゲッさあ、というわけで予定外の
パンク修理を終えて再開します。だいぶ時間食っちゃったけど、まあまだ制限時間的には全然余裕があるので、慌てず急がず進んでいきたいと思います。ただちょっと寒い、じっとしてたんで体が冷えました。いやしかしみんないい人ばっかりで、コンビニのお兄ちゃんも大丈夫か大丈夫かって何回も声かけてくれたり、後ろから来たブルベの他の参加者も大丈夫かって、手伝うかって言ってくれたりして、みんな優しいですね。しかしパンクに気がついたのがさっきのコンビニの横で、本当よかった。おっと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 、こっちじゃない。いや、こんな道端でいきなりパンクしちゃったらマジで絶望しかないよな。またちょっと雨が強くなってきたんで、いやほんとさっきのタイミングで良かったです。そして電動ポンプはマジで神だった。一瞬でパンパンに膨らむんで、これは本当に手放せないですね。いいですか皆さん、あまりに辛い急坂が少しだけ残っているときは、あえて降りて歩くというのも一つの重要なオプションです。よーく覚えておきましょう。あれはリカンベントというのか、すごいおじ様がいるもんだ。はい、というわけで最初のチェックポイント、おしゃれな図書館で、サインをもらったので、ちょっとだけ休憩してすぐに出発します。今 90.8 キロのところにいて、ほぼ半分といったところでしょうか。さて次のチェックポイントは105キロ、ここから15キロ先のヒルトップカフェというカフェみたいです。ちょっと後輪のタイヤがやばい感じになってます。これが破裂したらもう走行不能ですね。困ったな。まだ半分いってないのに、なんとか進みます。はい、なんとさっきの後輪のあれからほぼ同時にまた前輪がパンク。ちょっと言葉が出ないけど、とりあえずもう一本チューブ予備があるんで、それに交換します。嫌な予感がするけど、ここはニューハンプシャー州のどこだかわからない田舎町。お家まで退避する方法が私には分かりません。なんとかしましょう。はい、見事にスネークバイト、また段差を引っ掛けて、穴が開いてたんで、とりあえず今回はパッチを当てて、直しました。ちょっと経験上こうなるとまだまだ続きそうな予感がするので、嫌な予感しかしないけど、とりあえず治ったんで進みます。さてテンションだだ下がりですけど、とりあえず2度目のパンク修理を終えて進んでます。ちょっといろいろ教訓がありました。アメリカのこういう道って
割とでかい穴ぼこだらけで極力気をつけるようにはしてるけど、これ全部避けて進むのはなかなか難しいですと。でこの僕のバイクは 25C のタイヤまでしか履けないので、なんというか多分そういう段差に突っ込んで起きるトラブルに弱いんですね。なのでやっぱり太いタイヤの履けるディスクブレーキへの変更が、こっちでブルベを続ける上でもとっても必要なことなんじゃないかなと改めて思います。これ今映ってるかな、めちゃくちゃ穴ぼこだらけでアスファルトが、これ夜走ってたら絶対突っ込むなっていう感じがしております。とりあえず文句言わず前に進みましょう。残念なお知らせです。たった今さっきやばそうって言ってた後輪のタイヤがものすごい音を立ててバーストしました。バーストっていうかもう横が裂けちゃって、そこからチューブがはみ出てドカーンなんでしょうね。日本は朝の3時ぐらい、相談する相手もおらず困ったな。とりあえず中からペタッと貼るあれを、いやでもこれ無理だろうな。やってみっか。はい、残念なお知らせです。なんとか後ろのタイヤはタイヤブートを貼ってチューブを変えて、なんとか見た目を走れるようになってる風ですが、さっきパッチを当てた前のチューブがやっぱりスローパンク続いてるようで、もうチューブがありません。パッチをもう1枚上から当てればワンチャンあるかもしれないけど、残りちょっと上りも多くて、これから山奥に入っていく残り100キロ、このタイヤブートもどこまで持つかわからないので、断念することにしました。さっき主催者に DNF の連絡をして、なんかピックアップするよって、なんか近くにスタッフがいればピックアップするよというふうに言ってくれたんで、ちょっと場所を探して連絡しようと思います。というわけで残念ながら200キロアメリカブルベ挑戦編、ここで DNF となりました。こんな穴ぼこだらけなんだよね。これをたくましく走り抜けるバイクが私には必要だ。これ見て、こんな穴ぼこだらけなんすわ。くそ。というわけで、あそこに見えるダンキンドーナツまでちょっと押して歩いて避難して、どうもそこにお迎えに来てくれるそうなんで、待ちたいと思います。明日新しいバイクの試乗に行くんだなんて言いながらさっき走ってたら、この子が怒って、パンクしちゃったのかななんて思ったり思わなかったりな一日でした。